今日の韓国グルメ特集はクァンジャンシジャン。活気のある独特の雰囲気と安くて美味しいものがたくさんある韓国の市場って何を食べたらいいか悩みませんか？ということで今日は現地韓国人も認めた人気のクァンジャンシジャングルメを紹介します。クァンジャンシジャンといったらやっぱりユッケ横丁という通りがあるくらいユッケが有名なんです。ユッケの下に千切りの梨が敷かれているスタイルなので、卵黄とユッケ、梨を混ぜていただきます。ごま油の香りが食欲をそそり、梨のシャキシャキ感が最高なんです。ユッケビビンバは野菜多めのさっぱり系で、サービスで出てくるスープもめっちゃ美味しいです。生きた手長ダコが乗ったユッタンイというメニューは、ユッケと手長ダコの踊り食いが一度に楽しめるメニューですが、味的には2つの素材が合わさって生まれるシナジー効果はそんなにない印象でした。日本にはない珍しい一品なので、気になる方は挑戦してみてもいいかも。ちなみにクァンジャンシジャンのユッケのお店はいろいろありますが、お店によってそこまで味に大差はなく、基本どこに入っても美味しいので、ウェイティングの少ないお店に入るのをおすすめします。続いてはピンデトク。緑豆をすり鉢でひいて作る緑豆チヂミのことで、ピンデトクもクァンジャンシジャンの名物の一つです。揚げ焼きにして外はカリッと中はホクホクで、若干唐揚げみたいな風味もあり、癖もなくすごく美味しいです。そのまま食べてもいいし、醤油だれにつけて生玉ねぎと一緒に食べても美味しいです。お酒が大丈夫な方はマッコリとの相性がいいので、ぜひ試してみてください。ちなみにピンデトクは冷めると味が落ちてしまうので、テイクアウトよりはその場で食べることをおすすめします。有名なお店はスニネ、パッカネなどいくつかあるんですが、こういう大型店舗ではユッケやマヤッキンパなどの他の名物料理もいろいろ頼めるので、効率よく回りたい方におすすめです。ちなみにユッケキンパも惹かれるメニューだと思うんですけど、私は実際食べてみてそこまでって感じでした。私はユッケ単体で食べた方が美味しかったです。続いて辛いもの苦手な方におすすめのカルグクス。ネットフリックスに出たコヒャンカルグクスは現地の韓国人はもちろん外国人観光客も列をなす人気店です。あえて寒い冬に外の屋台であったかい麺をすする良さがあるんですよね。不揃いの手打ち麺がもっちもちで、優しい味わいのいりこだしスープが体を温めてくれます。ミョンドン餃子のカルグクスとは違って優しい旨味のあっさりとした味わいです。続いては3時50分のハイモニスンデ。3時50分になるとどこからともなくスンデを持って現れるおばあさんが売るスンデで、私たちは偶然タイミングがあって2番目に並べたんですけど、毎日すごく並びます。道の真ん中にテーブルと椅子を置いて売るスタイルが韓国らしくて面白いですよね。スンデは豚の腸にもち米や春雨、野菜などを詰めて蒸した韓国式ソーセージなんですが、ちょっとグロテスクな見た目なこともあって苦手意識ある方もいると思うんですけど、これハマると沼から抜け出せなくなります。ここのスンデは普通の屋台よりしっとりもちもちしていて、食感が全然違うんです。一緒に行ったおばさんと4号くんも絶賛していました。買う時におっとけ鳥かよ、何しますかって聞かれるんですけど、スンデだけじゃなくてレバーや各種ホルモンも入っているので、内臓系苦手な方はスンデマンチュセヨって言ったらスンデだけ買うことができます。そこそチュセヨって言ったらいろんな部位を混ぜてくれるので、韓国語を覚えていった方がいいかもしれません。続いてはクワベギ。クワベギとはもち米粉や小麦粉で作った生地を揚げた韓国式揚げドーナツのことです。クワベギ大好きなジェイさんも認めたクァンジャンシジャンのクワベギはいつ行ってもお店の前に長い行列ができています。作る過程を目の前で見られて、見ているだけで楽しいし、いつでも揚げたてをいただけるんです。メニューはクワベギ、あんドーナツ、黒米ドーナツ、もち米さつまいもドーナツの4種類。その場で食べる場合は紙コップに入れて渡してくれます。本当にふわふわもちもちで、韓国で食べたクワベギの中で一番美味しいと思いました。これは並んで食べる価値ありです。揚げたてなので食べるときはやけどに注意してくださいね。続いてはホットク。ホットクは日本のおやきのような韓国屋台の定番スイーツです。もちもちの生地と中の黒蜜が美味しいんですよね。ノーマルな黒蜜ホットクだけじゃなく、変わり種ホットクも最近続々登場しています。クァンジャンシジャンで食べられるのはキノコホットクと BHC チキンの人気メニュー、プリンクルのチーズシーズニングがかかったプリンクルホット。きな粉は素朴な甘さ、プリンクルは甘じょっぱいスナック菓子みたいな美味しさです。ミョンドンの屋台には売っていないので、ぜひ試してみてください。次はススブックミ。個人的に好きなクァンジャンシジャングルメがススブックミなんですが、もち米粉ときびの粉で作った生地につばんが入ったおやきのような料理です。ほとんど甘くないので、お好みでジョチョンという甘いシロップをかけていただくんですが、素朴な甘さと生地のもっちり感が癖になります。ホットクは甘すぎるという方におすすめのおやつです。次は韓国のオランダというお菓子なんですが、日本でいうおこしのことです。クァンジャンシジャンのこちらのお店のオランダは、スーパーやコンビニなどで売っている硬いオランダとは違って、柔らかくねっとりした蜜が特徴の生おこし風なんです。日持ちは常温で1ヶ月なので、韓国旅行のお土産にもおすすめです。私は次日本に帰る時にこれをお土産に買っていこうと思ってます。という感じで今日はクァンジャンシジャンのグルメを紹介してみましたが、いかがだったでしょうか。ぜひ韓国旅行の参考にしてみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。せーの、ヘバー。